期間の許可人数が最も急増した国籍第1位はです。データを見てみると、2022年の139人から2024年の585人にかけて、なんと 321% の増加です。こんにちは、りえこです。今日は法務省から発表されているデータをもとに、帰化申請の許可が急増中の国籍トップ4についてお話しします。なんと、ある国籍の許可人数がたった2年で3倍以上に増えています。また、2024年に初めてトップ10に入った国籍もあります。今、日本の帰化申請の状況がどう変化しているのか、そしてあなたの国籍はどんな状況なのか、最新データを分析していきます。最近帰国する人が増えているのって本当？どこの国籍の人が多いの？自分も帰化ができるのかな？そんな疑問や不安をお持ちの方々はこの動画を見ていただくと今の帰化申請の状況がわかるかと思いますので、チャンネル登録とグッドボタンをオンにしてぜひ最後までご覧ください。さて、個別の国の話に入る前にまず日本全体の状況を見てみましょう。こちらは直近3年間の許可を申請した人の数のグラフです。2022年は9023人、2023年は9836人、そして2024年はなんと12,248人の方々が申請しました。年々増加していて、特に2024年は前年から約2400人も増加し、1万2000人を超えました。これは日本に長く住み、この先もずっと日本で暮らしていきたいと考える方が増えているポジティブなサインだと思います。では次に実際に許可された人の数も見てみましょう。2022年は7059人、2023年は8800人、そして2024年は8863人の方が許可されています。申請した人数が急増しているのに比べて、許可された人数は緩やかな増加です。審査が厳しくなっているのと不安に思うかもしれませんが、2024年時点ではそういうわけではありませんでした。申請の数が増えた分、法務局の審査に時間がかかっている可能性が考えられます。なので、今後さらに許可された方々が増える可能性が高いということでもありますし、また帰化申請を考えている方は、申請者が増えている今だからこそ、しっかりとした準備が必要になってきます。それではお待たせしました。この3年間で特に帰化した人が増えている国籍はどこなのか、許可された人数の増加率に注目してカウントダウン形式で発表します。まず第4位はベトナムです。データを見てみると、ベトナム国籍の方々で許可された人数は2022年の360人から2023年には625人となりましたが、2024年では408人でした。あれ、減っているんじゃないのと思った方、鋭いです。実はベトナムは2023年に大きく増加したものの、2024年は減少していました。でも、注目すべきは2022年から23年にかけての 73% の増加率です。ベトナムの方々は留学生として来日し、その後エンジニアや通訳などの専門職として日本の企業に就職して、しっかりと生活の基盤を築く方が増えていることが考えられます。続いて第3位はミャンマーです。データを見てみると、2022年と2023年はトップ10圏外でしたが、2024年に153人の許可者が出て、初めてトップ10に入りました。これはかなり大きな変化です。ご存知の方も多いと思いますが、近年のミャンマーの国内情勢を受けて、日本で新しい生活を始め、将来にわたって安心して暮らし続けるために、帰化という選択肢を考えている方が増えているのかもしれません。また、留学生として日本に滞在していた方々が、帰国が困難な状況の中で日本での生活基盤を固める選択をされているケースも多いようです。それでは、第2位はスリランカです。スリランカ国籍の方々で許可された人数は、2022年の80人から2024年には220人へと3年間で 175% も増加しており、2年間で 2.75 倍になっています。
しかも毎年着実に増加しているのがポイントです。なぜスリランカが急増しているのかというと、IT エンジニアなどの技術者として日本で活躍されており、日本社会に根付いている方が多い印象です。家族で日本に定住し、お子さんが日本の幼稚園や学校に通う中で、家族全員で帰化を考えているケースが増えているように感じます。そして帰化の許可人数が最も急増した国籍第1位はネパールです。データを見てみると、2022年の139人から2023年の331人、そして2024年の585人にかけて、なんと321%の増加です。わずか2年で 4.2 倍になっています。ネパールの方々は勤勉さと日本文化への適応力の高さから帰化を目指す人が増えているようです。留学生として来日し、卒業後に日本の企業に就職する方が多く、就職後、家族滞在ビザで母国から配偶者や子供を呼び寄せる方もいます。日本社会に溶け込みやすい背景があるかもしれません。さて、ここまで帰化が急増した国籍トップ4を見てきましたが、実は今日ご紹介した4カ国の皆さんにはいくつかの共通する傾向が見られますので、大きく3つのポイントをご紹介します。まず、注目すべきは、日本国内で強いコミュニティのつながりを持っています。成功した先輩たちの事例が共有され、帰化を目指す方々のモチベーションが高まっています。具体的な情報が共有されることで、後に続く人たちの準備がしやすくなっています。不安なことがあったら仲間同士で情報を交換したり、お互いに支え合ったり、励まし合う環境が今回のデータの急増として現れているんですね。そして2つ目の共通点は、日本での生活基盤がしっかり確立されているということです。多くの方が最初は留学生として来日し、日本の言葉や文化、技術を一生懸命学びます。そしてその努力が実を結び、専門職などの就労ビザを取得して、日本の社会でなくてはならない存在として活躍されています。何年もかけて日本でキャリアを積み上げ、安定した生活を築いており、その努力の積み重ねが帰化という大きな決断につながっています。そして最後のポイントが、日本で生きていくという未来を見据えた真剣な思いです。母国の経済的、政治的な理由から一時的な出稼ぎではなく、日本で人生を築いていきたい、そう真剣に考える方が増えているという現実があります。状況が厳しい中で新たな未来を見据えるために帰化を目指す決意が感じられます。その結果、このデータの急増として現れているように思いました。最後に、これから帰化申請を考えているすべての国の皆さんに、帰化申請で大切な3つのポイントをお伝えしていきます。まず1つ目は、帰化申請には多くの書類が必要になります。特に母国の書類は取り寄せに時間がかかることがあるので、早めに準備を始めましょう。そして2つ目が面接の対策です。日本での生活状況や家族に関すること、期間の動機についてなど、日本語で質問されますので、日常会話だけでなく自分の経験や考えを伝えられるように準備しましょう。最後の3つ目が安定した収入、税金や保険料や年金の納付、交通ルールや入管法の遵守など、これらのすべてが審査の対象になります。特別なことをする必要はありませんが、日本で暮らす善良な市民として当たり前に求められていることとなります。これからの日本の生活を見据えて、しっかりとした基盤を築いていきましょう。はい。今回は法務省のデータをもとに許可人数の増加率に注目して、直近3年で急増している国籍トップ4をお伝えしましたが、いかがでしたでしょうか。第1位が321% 増加したネパール、2位がスリランカで 175% の増加率でした。3位が2024年に初めてトップ10に入ったミャンマーで、4位がベトナムという結果でした。日本で学んで就職し、安定した生活を築いた結果として帰化という道を選んでいる方が多いようです。そしてこうした増加の背景には、日本で生活し続けることへの安心感や、より良い暮らしを求める動機を持った人たちが増えていると感じた結果でした。
このチャンネルでは、帰化申請やビザ申請に関する最新情報や皆さんに役立つ情報を発信していきます。でも動画を見ていると、私のケースはこの情報に当てはまるのかな、何から準備を始めればいいのかよくわからない、実際に必要な書類って具体的に何があるの、もし過去に交通違反をしていた場合、帰化申請に影響するの、そんな風にいろんな疑問や不安を感じている方もいるかもしれませんね。実はそういった一人一人違う悩みこそ一番大切なポイントになります。そこで YouTube で伝えきれないあなただけの状況に合わせたアドバイスをさせていただくために公式 LINE をご用意しましたので、動画の説明欄にある LINE に登録していただき、ぜひお気軽にご相談ください。さらに LINE に登録していただいた方には3分で帰化申請の条件が確認できるセルフチェックリストや、同期書の構成までが自然にできる同期書作成ワークシートをプレゼントしています。こちらの受け取り方法も説明欄に載せておきますので、ぜひこちらを活用して一緒に日本での新しい生活をスタートしていきましょう。この動画が皆さんの参考になれば幸いです。それではまた次の動画でお会いしましょう。